ニューデリー空港。乗り継ぎで来たが、早速インドの洗礼を浴びる。楽しみにしていたエアインディアのラウンジの前で足を止める。エアインディアのラウンジは自社のフライトでないと入ることができない。そんなルールがあったらしい。新しくなったラウンジだったので、ある意味楽しみにしていたが入れなかった。やむを得ず他の航空会社と招待ラウンジが同じエンカムプリベラウンジへ。乗り継ぎカウンターでは3時間以上の足止め。セキュリティチェックではコードというコードを全て出させられる。何から何まで全部出した。ようやくたどり着いたラウンジでこの仕打ち。インドは一筋縄ではいかない。ゲートへ向かった途端、遅れのアナウンス。 LX147B いい数値。個人的に好きな言葉だ。長いグループプレの後、ようやく登場。車椅子の人はこんなに多いのか。今回の座席、通称王様シート。両脇に広いスペースが取れることからそう呼ばれている。予約時の座席指定はマイルズ&モア上級会員なら無料。早い段階で王様を確定させたければ課金するか上級会員になるしかない。前にも座ったことがある。それでも改めて王様気分。ウェルカムドリンクはマンゴーラッシー。朝食はあらかじめペンで書いて選ぶ。このスタイルは好きだ。朝からインドという気分でもなく、ヨーグルトだけをお願いした。
隣には最近ルフトハンザグループ入りしたイタエアウェイズの機材。長距離線は乗ったことがないので、そのうち乗ってみよう。食事は軽いものをいただく。暗くて見えにくい。照明を落とした機内では皿の輪郭さえぼんやりとにじむ。シグネチャーカクテル、やや甘くおいしい。チーフパーサーからの挨拶。セネターステータスでも挨拶してくれるのか。座席をフルフラットにする。食べ終わったもの、飲み終わったものは素早く避けてくれる。寝る時間がその分増える。実はこれが一番のサービスなのかもしれない。おやすみなさい。スイス、いやルフトハンザグループといえばこの最後のチョコレート。チョコレートを食べながらチョコレートのお勉強。チューリッヒ到着後、シェンゲン内へ入り、シェンゲン内のスイスラウンジへ。ミューズリーも美味しい。サイレントエリアに足を運ぶ。光の当て方が好みだ。このデザインの美しさは何度来ても変わらない。せっかくなのでスイスワインを一杯。
朝食。今回はチーズオムレツ。スイスの機内食はヨーロッパキャリアの中では美味しい方だと思う。パンはもらわないつもりだった。それでもクロワッサンについ手が伸びる。どこかのなんとか航空とは違う。サクサクで美味しい。酸っぱすぎずちょうど良い甘さのミューズリー。機内食でこれだけ美味しいミューズリーはなかなか出てこない。これが自分がスイスを推す理由の一つ。 SFC を手放した。長く付き合った修行の証。あれを解約することに迷いがなかったわけではない。それでも自分は選んだ。マイルズ&モアという新しい付き合いを。ヨーロッパでの動きやすさ、ファーストクラスの世界観、機内食の質。けれど本当の理由はもっと別のところにある気がする。美しさにお金を払いたい。スイスの機内食は美味しい。ミューズリー一つとっても酸味と甘みの均衡が丁寧だ。ラウンジの照明の落とし方、シートの色合い、最後のチョコレートのあの一粒。それは効率では説明できない種類の価値だ。ふと自分の事業のことを思う。アンリエージュ。コルクで旅の道具を作っている。ポルトガルの森で育った樹皮を東北の職人が一つ一つ縫い上げる。量産はできない。価格も決して安くはない。それでも買ってくださる方がいる。なぜか。おそらくその方々もまた美しさにお金を払いたいと思っているからだ。スイスに乗る人とアンリエージュを選ぶ人、重なっているのではないかと最近よく思う。道具にも空間にも物語があってほしい。そういう人たちが確かにいる。SFC を手放したことは終わりではなかった。ルフトハンザグループ、スイスはアンリエージュをヨーロッパへ運ぶための新しい翼でもある。チューリヒ、フランクフルト、ミュンヘン、これから訪ねるべき街が増えていく。旅は続いていく。コルクとともに。